はいどうも、たんぼです。今回は TNT 回収も手動回収も可能なコップン消費の少ない5種対応ツリーファームを作っていきたいと思います。特徴1、溜まった原木は TNT 回収と手動回収のどちらにも対応。原木が溜まりすぎて故障しないように安全回路も内蔵しています。特徴2、苗木は頭皮、カバ、ジャングル、ツツジ、アカシアの5種類に対応。ツツジ全自動モードにも対応しているため、苗木の成長から原木の回収まで全自動で行うことも可能です。特徴3、制限ブロックを置かない仕組みで苗木を成長させるためすぐに成長。少ないコップで成長するためコップの消費量が少なくなっています。特徴4、葉っぱの除去は7割程度に抑え、苗木が溜まりすぎないように調整しています。各工程ごとに動作チェックを行って一つ一つ確認しながら作れるようにしていますので、回路が苦手な方もぜひチャレンジしてみてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回必要な材料はこちら。大型の装置になるので少し多めに計上しています。見やすくするために白色の色付きガラスを使用していますが、こちらは普通のガラスでも OK。 苔カーペットは他のカーペットでも大丈夫です。マス目が分かりやすい滑らかな石を使っていますが、苔ブロック化しないブロックなら何でも OK。 草ブロックは地面と合わせているだけなので他のブロックでも OK。 下は装飾に使った材料です。ここはお好みのもので大丈夫です。装置のサイズは装飾込みで横23、奥行き17、高さ13。装置下には4マスの回路を置くスペースが必要です。ではじめに装置を作るスペースを確保して事前準備をしていきます。まずは原木製造機に異常が出ないようにチャンク内に収めたいので、まずはチャンクを特定していきます。X 座標と Z 座標が16で割り切れる場所を探して、そこに石レンガを埋め込み、模様が T の文字になるように方角を変えます。この時の状態が 16×16 のチャンクの左上の角にいる状態になるので、ここから2、3、4、15、16、次はこちらへ2、3、4、15、16とこのように掘ります。あとはこれを基準に四角く掘っていって、掘ったところに適当な目印ブロックを入れておきましょう。次はこのように 12×12 で掘り下げます。まずはチャンクの角のブロックから斜め内側に1、2マス移動した5。あとは他も同じように掘って、このように目印をつけたら、これをつないで四角くしていって中も掘っていきましょう。次は今掘った部分をさらに3マス掘り下げて深さ4マスになるようにしていきます。ではこちらから1、2、3マス、あとは同じ深さになるようにどんどん掘っていきましょう。掘り終えたら装置の向きを決めていきます。チャンク内に原木製造機が収まればいいので、どの向きでも大丈夫です。向きを決めたら正面の位置が分かるように適当なブロックを置いておきましょう。次は掘った床にマス目が分かりやすいブロックを置いていきます。今回は滑らかな石を使っていきますね。こんな感じで床に敷き詰めていってください。次はこの形で掘っていきます。装置正面の目印が手前にある状態を確認してから作業を進めるように注意してくださいね。まずは正面の目印が手前にあることを確認。次に下に降りて一番左下のブロックから数えて1、2、3、4、5マス。次はこのブロックから数えて1、2、3マス目、ここを掘ります。次はこことこことここを掘って 2×2 にしたら、次はここから1、2個。次はここから右端まで掘っていって、次はここから奥に掘っていき、一番奥から1マス手前まで掘ってください。はい、OK。次はホッパー、コンパレーター、不等化ブロック、トーチをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、コンパレーターの向きはこちらです。向きに注意してください。まずはこの位置に仮ブロックを置いて、仮ブロックのこの側面に向けて横向きホッパー。次はこちらからホッパーの側面に向けてホッパー。次はこちらからホッパーの側面に向けてホッパー。あとは仮ブロックを壊して、このホッパーの側面に向けてホッパーを設置。次はこの位置にこの向きでコンパレーター。コンパレーターの先に不等化ブロックを置いたら、不等化ブロックの上にトーチを設置してください。次は各機能のオンオフスイッチを取り付けます。不等化ブロック、ダスト、レッドストーンランプ、レバーをこのように設置しましょう。置き始める位置はこのホッパーの位置から手前にまっすぐ進んだこの位置から、このように不等化ブロックを1マス間隔空けて3つ置いたら、不等化ブロックの上にダストを乗せていきます。次はダストの上にレッドストーンランプを置いていって、最後にレバーを乗せていってください。はい、これで事前準備は完了。次のフェーズではこのように自動でツツジの苗を成長させて育てるところまで作っていきます。ではまずはピストンを動かすクロック回路を作っていきましょう。トーチ、ダストを設置し、連結ホッパーの中に適当なアイテムを1つだけ入れて上をガラスで塞ぎます。まずはこの不等化ブロックの側面にトーチ。次にこの位置にダストを置いたら、連結ホッパーを開いて中に適当なアイテムを1つだけ入れます。アイテムを入れたら他のアイテムが入ってこないようにガラスでホッパーの上を塞いでおいてください。では視点を変更して続けます。
次は不透過ブロック、トーチ、マットブロック、ピストンをこのように設置します。まずはこのトーチの上に不透過ブロック、その上にトーチ、トーチの上にはマットブロックを設置。次はマットブロックの上と右側面にこのようにピストンを取り付けてください。次は不透過ブロック、トーチ、ディスペンサー、ドロッパーをこのように設置します。ディスペンサーはこの2箇所、ドロッパーはこの1箇所です。置き間違いに注意してください。不透過ブロックはこのトーチの位置から右に1、2マス、手前に1マス進んだこの位置に設置。次は上にトーチを置き、こちらからこの向きでトーチの上にディスペンサーを設置します。口の形が丸くなっているのを確認しておきましょう。次はディスペンサーの上にトーチ、トーチの上にドロッパーを設置。ドロッパーは口の形が三角ですね。あとはドロッパーの横にディスペンサーを設置。口の形は丸になります。次は苔ブロックをこのように設置します。苔ブロックを置く位置はこのディスペンサーの顔の前とマットブロックの横に置いてください。次はディスペンサーとドロッパーを動かすクロック回路をコンパレーター、ダストを使ってつなぎます。コンパレーターの向きはこちら、モードを変更する点に注意です。まずはこの不透過ブロックの横にこの向きでコンパレーターを設置。次にダストをこのように置いたらコンパレーターのモードを切り替えます。あとはこの位置からダストを伸ばしていって、ここでこのように曲げて不透過ブロックにつないでください。この位置にダストを置くと連結ホッパーに干渉してしまうので、必ずこのように迂回させて接続してくださいね。では動作チェックです。まずはこのディスペンサーを開いてコップンを多めに入れて、次はこのディスペンサーを開いて、こちらにも多めにコップンを入れておきます。コップンを入れ終わったら、まずはこのレバーをオン。するとディスペンサーが動作を開始し、草などが生成されます。次にこのレバーをオンにしてピストンを動作させましょう。するとこのようにピストンとディスペンサーが動作を開始し、草やカーペットが出てきては除去される状態になりますね。このまましばらく待ってツツジの苗が出てきて木に成長してくれれば OK。 確認ができたらレバーはオフに戻して原木や葉っぱを取り除いておきましょう。これで自動で土の苗を成長させて育てる仕組みは完成です。次のフェーズでは落ちてくる苗木などを回収する部分を作っていきましょう。まずは苗木などを格納するチェストをこの位置に設置します。チェストを置く位置はこの位置のトーチの側面からポンポンとラージチェストにします。次はホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。まずはこのチェストの側面に向けて横向きホッパー。次はこちらに回ってホッパーの側面から横向きホッパーを1、2、3と置きます。次はこのホッパーの側面に横向きホッパー。次はこのホッパーの上に下向きホッパーを1、2個。最後にこのホッパーの側面に横向きホッパーを設置してください。次はホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはチェストの上にこの向きで下向きホッパー。次はチェストの側面のこの位置に横向きホッパー。次はこのホッパーの側面に横向きホッパーを設置してください。では視点を変えて続きます。次はホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこちら側に回ってチェストの側面に横向きホッパーを1、2個。次はこちらからホッパーの側面にポンポンと置きます。次は反対側に回ってこのホッパーの側面から1、2、3個。こちらも同じように3個置いてください。はい、 OK。 上から見るとこんな感じになりますね。では視点を変更して次はコップの投入口を作っておきます。ホッパーチェストをこのように設置しましょう。ホッパーの向きはこちらです。まずはこのディスペンサーの側面からホッパーを1、2個置いて、次はこのドロッパーの側面にも設置。次はこのホッパーの上に下向きホッパーを1、2個置いたら、チェストをこことここに置いてラージチェストにしてください。ここでこの後の動作チェックでコップをたくさん使うので、何スタックかチェストにコップを入れておくと良いですね。では視点を変更して次は黒曜石、土ブロック、草ブロックをこのように設置します。草ブロックは目立たなくするためだけに使用しているので他のブロックでも大丈夫です。まずは草ブロックをこの位置から1、2、3、4、5、6とこのように置きます。次はこのチェストの側面に黒曜石をポン。その手前には土ブロックを設置してください。次はコンパレーター、不透過ブロック、ダスト、マトブロックをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこのホッパーの上にこの向きでコンパレーターを設置。次にコンパレーターの先に不透過ブロックをポン。不透過ブロックの下にはダストを設置します。あとはマトブロックをここに設置してください。次はリピーター、ダストをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。このリピーターは遅延マックス、このリピーターは遅延プラス1する点に注意です。
まずはこの位置にこの向きでリピーター、こちらにも置きます。次はこのリピーターは遅延マックスにして、こちらは遅延をプラス1してください。次はダストをこことここに置いて、リピーターをここに置いて、リピーターの先にダストを置いてください。では動作チェックです。まずはこのレバーとこのレバーをオンにして、ツツジができるまで少し待ちます。ツツジができたらレバーをオフにして、できた原木や葉っぱを取り除いていきましょう。苗木や苔のカーペットなどがチェストに流れて入ってきているのが確認できれば OK です。はい、これで落ちてくる苗木などを回収する部分は OK。次のフェーズでは曲がって生成された原木をまっすぐに整えるピストン機構を作っていきましょう。ではまずは仮ブロックを不等価ブロックの左に2個、ピストンの奥に3個置き、目印をつけます。置く位置はまずはこの不等価ブロックの横から1、2個。次はこのピストンの背面から1、2、3個。このように置いてください。次は粘着ピストンを左と奥は6段、右は5段でこのように設置します。まずは左から、先ほど置いた仮ブロックのこの位置から粘着ピストンを1、2、3、4、5、6個。次は奥側、この仮ブロックの上から1、2、3、4、5、6個。最後は右側、ここはチェストのこの位置から1、2、3、4、5個置いてください。それぞれの粘着ピストンの高さが一緒になっていることも合わせて確認しておいてくださいね。次は左側の粘着ピストンの右側面に粘着ピストンを足します。置く位置はこの粘着ピストンの側面からですね。こんな感じで上まで置いていってください。次は奥側と左側の粘着ピストンの左右に粘着ピストンをこのように追加します。まずは奥側から、ここから置いていってここまで。次はこちらから置いていってここまで。こんな感じです。では右側も同じように左右に粘着ピストンを追加していきましょう。次はオブザーバーをこのように設置します。それぞれのオブザーバーの信号の出口はこちらです。まずは左側から、置く位置はこの粘着ピストンの前からですね。こんな感じで置いていてください。信号の出口がこちらになっていれば OK です。次は奥側。置き始める位置はこの粘着ピストンの前からですね。こんな感じで上まで置いていきます。信号の出口はこちらになっているのを確認しておきましょう。次はこちら。置く位置はこの粘着ピストンの前からです。こんな感じで置いていってください。こちらも信号の出口がこちらになっているのを確認しておきましょう。次は通常ピストンをこのようにオブザーバーの隣に設置します。まずは左側、置く位置はオブザーバーの信号の出口のここからですね。こんな感じでオブザーバーの隣に置いていってください。次は奥側、こちらも同じようにオブザーバーの信号の出口にこのように置いていきましょう。次は右側、こちらも同じですね。こんな感じで置いていってください。次は奥側と右側の粘着ピストンの前に不等価ブロックをこのように設置します。まずは奥側、この粘着ピストンの前にこんな感じで不等価ブロックを置いていきます。次は右側、こちらも同じように粘着ピストンの前に置いていってください。次は各ピストン機構の横にこのようにガラスを設置します。色付きガラスを使いますが、通常のガラスでも大丈夫です。まずは右側、こんな感じで不等価ブロックと粘着ピストンの横にガラスを置いていきましょう。次はこちらに回ってオブザーバーとピストンの横にガラスを置いていきます。右側はこれで OK。次は奥側、こちらも同じ要領でピストン機構の左右にガラスを置いていきましょう。はい、奥側は OK。次は左側、こちらは右側だけにガラスを置いていきます。はい、OK。では視点を変更して次は回路をつないでいきます。まずは粘着ピストンの背面に不等価ブロックをこのように設置します。不等価ブロックを置く位置はここからですね。こんな感じで粘着ピストンの背面に置いて、あとはこことここにも置いてください。次はガラスをこのように設置します。まずは仮ブロックをこことここに置いて、ガラスをここと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 ここに置いてください。仮ブロックは撤去します。次は回路です。ダスト、リピーター、不等価ブロックをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはこの位置とこの位置に不等価ブロックを設置。次はここにダストを追加し、この位置にこの向きでリピーターをポン。あとは先ほど置いた不等価ブロックとガラスの上すべてにダストを置いていきましょう。では一旦動作チェックです。ポケブロックの上に適当な不等価ブロックを設置してみましょう。するとピストン機構が動作して元に戻りますね。このように動いていれば OK です。
次はこちら側も回路をつないでいきましょう。まずは粘着ピストンの背面にこのように不等化ブロックを設置します。不等化ブロックを置く位置はここからこんな感じで1マス間隔を空けて粘着ピストンの背面に設置していってください。次はこのように回路の置き場をガラスで作ります。まずはこちらから不等化ブロックの側面にガラスを置いて、ガラスの間に仮ブロックを設置。仮ブロックの側面にガラスを置いて、仮ブロックは撤去します。次はこの位置からガラスを1、2、3、4、5と追加しておいてください。では回路です。ダスト、リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。ダストを受け始めるのはこの位置からですね。ここからポン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 と置いて、この位置にはリピーターをこの向きで設置。あとはリピーターの先からダストをポン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 とここまで置いていって、先ほど置いたガラスと不等化ブロックの上全部にダストを置いていってください。では動作チェックです。ポケブロックの上に適当な不等化ブロックを置くと、こんな感じで2つのピストン機構が動いて元に戻る動作をしていれば OK です。では視点を変更して次はこちら側にも回路をつないでいきましょう。ではまずは不等化ブロックをこのように設置します。不等化ブロックを置く位置はここから1、2、3、1マス開けて1、2、3とこのように置きます。次はガラスをこのように設置します。まずはこのガラスの側面にポン。次は下に仮ブロックを置いてこの位置にポン。仮ブロックは撤去します。次は不等化ブロックの側面、その下に仮ブロック、その下にガラスを置いてこの仮ブロックの側面にも追加し仮ブロックは壊します。こんな感じですね。次は回路です。ガラス、ダスト、リピーターをこのように設置します。まずはこの位置からガラスをポンポンポンと置いて回路の置き場を作ったら、この位置からダストを1、2、3とこのように置きます。その先にリピーターを置いてダストをポン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 と置き、あとは先ほど置いたガラスと不等化ブロックの上すべてにダストを置いていきましょう。はい、OK。では動作チェックです。ポケブロックの上に適当なブロックを置いて3つのピストン機構がこのように動き元に戻れば OK。動作が確認できたらこのレバーとこのレバーをオンにしてツツジが生成されるまで少し待って曲がった原木がまっすぐに調整されるかを確認しましょう。はい、ツツジが育ちました。レバーは奥に戻しておいて葉っぱを取り除いて2段目以降のツツジの原木がこのようにまっすぐに調整されていれば OK です。確認できたら原木は取り除いておきます。これで曲がって生成された原木をまっすぐに整えるピストン機構は完成です。次のフェーズでは整えた原木を運び出すピストン機構を作っていきましょう。ではまずは仮ブロックを4つ置き粘着ピストンを7個積み上げます。仮ブロックはこの苔ブロックの側面から1、2、3、4個このように置いたらこちら側に回って仮ブロックの端のこの位置から粘着ピストンを1、2、3、4、5、6、7個このように置きます。他のピストン機構と同じ高さまで置けていれば OK です。次は粘着ピストンの左にさらに粘着ピストンを追加します。この位置から隣と同じように置いていってください。次はこのようにオブザーバーを粘着ピストンの前に設置します。オブザーバーの信号の出口はこちらです。置く位置はこの位置にこの向きで置いていきましょう。こちらに信号の出口がある状態を確認しておいてくださいね。次は粘着ピストンの前にさらに粘着ピストンを追加します。置く位置はここからですね、上まで置いていってください。では視点を変えて続けます。次は粘着ピストンの背面にこのように不等化ブロックを設置します。不等化ブロックを置き始める位置はこの粘着ピストンの背面からですね。このように置いたらあとは1マス間隔を空けながら置いていってここまで置きましょう。次はガラスをこのように設置します。ガラスを置き始める位置はここからですね。あとは仮ブロックを間に挟みながらここまでガラスを置きます。次は仮ブロックの横にガラスをポンポンポン置けたら仮ブロックは撤去して OK です。次はガラス、ダストを使ってこのように回路をつないでいきます。まずはガラスのこの位置とこの位置に置いたらダストをここからこんな感じで置いていって先ほど言った不等化ブロックとガラスの上全部に置いていってください。では動作チェックです。苔ブロックの上に適当な不等化ブロックを置いてみてこの位置まで不等化ブロックが移動してきてくれていれば OK です。
では視点を変更して続けます。次はこのように粘着ピストンを設置します。粘着ピストンを置く位置はこの仮ブロックの側面からですね。ここからポンポンとこのように置いたら7段になるように積み上げていきましょう。次はオブザーバーをこのように設置します。オブザーバーの信号の出口はこちらです。まずはこの位置の仮ブロックに向けてポン、あとは積み上げていってください。次は粘着ピストンの前にさらに粘着ピストンを設置します。置く位置はここからですね。こんな感じで置いていってください。では視点を背面側に変更して続けます。次は不等化ブロックをこのように設置します。置く位置はこの粘着ピストンの背面からですね。こんな感じで置いて、あとは1マス間隔を空けながら置いていき、ここまで置いてください。次はガラスをこのように設置します。まずは一旦ここに置いたら側面に置いて、こちらのガラスは壊します。この不等化ブロックの斜め下の位置に置けていれば OK。あとは仮ブロックと交互に置いていきながら、ここまで置きます。その後は仮ブロックの側面にガラスを置いていって、置けたら仮ブロックは壊してください。次は回路の混線を防ぐために上付きハーフブロックとボタンをこのように設置します。上付きハーフブロックを置く位置はこことこことこことここになります。このように置けたら上にボタンを置いていきましょう。次は回路です。上にリピーターを4つこのように設置します。リピーターの向きはこちら。右3つは遅延マックス、一番左は遅延プラスにする点に注意です。まずはこの位置からこの向きでリピーターを1、2、3、4個置いたら、右3つは遅延マックスにしていって、一番左は遅延プラス2にしておいてください。次は不等化ブロックラストをこのように設置してつないでいきます。まずはこの位置は隣と干渉しないように不等化ブロックを設置。次はこのリピーターの先から先ほど置いた不等化ブロックとガラスの上すべてにラストを置いていってください。はい、OK。では動作チェックです。コケブロックの上に適当な不等化ブロックを置いてみて、この位置まで移動してくれていれば OK です。では視点を変更して次のピストン機構を作っていきましょう。次は粘着ピストンの横にオブザーバーをこのように設置します。オブザーバーの信号の出口はこちらです。まずは内側に入ってこの粘着ピストンの側面に向けてオブザーバーをポン。信号の出口はこちらですね。あとは上に積み上げていき、ここまで置いてください。次はオブザーバーの前にこのように通常ピストンを設置します。置く位置はここからですね。こんな感じで置いていって、ここまで置いてください。次はオブザーバーの横にこのように粘着ピストンを設置します。まずは内側に入ってこのオブザーバーの側面に向けて粘着ピストンをポン。あとは上まで置いていってください。次はガラスをこのように設置し、各ピストン機構の下に置いていった仮ブロックを撤去します。まずはこの粘着ピストンの側面から置いていってここまで置きます。次は反対側に回ってこのオブザーバーの顔の前からこんな感じで上まで置いていってください。次は仮ブロックの撤去です。まずはこの位置にある4つの仮ブロックを撤去。次は装置正面側に回ってこの不等化ブロックの横の2つの仮ブロックを撤去。最後にこのピストンの背面の3つの仮ブロックを撤去しておきましょう。次はガラスをこのように設置します。まずはこのオブザーバーの顔の前から置いていって、オブザーバーより1マス高い位置まで置いたら、ここにもガラスを置いてください。次は不等化ブロックを4つこのように設置します。まずはこの粘着ピストンの斜め下に置きたいので、一旦このように置いたら、こちらは壊します。あとは1マス間隔を空けながら置いていって、ここまで置いてください。次はガラスをこのように設置します。置き始める位置はここからガラスと仮ブロックを交互に置いていって、ここまで置いたら仮ブロックの側面にガラスを追加して、できたら仮ブロックは撤去してください。では次は回路です。ガラス、リピーターを5つこのように設置します。リピーターの向きはこちら。すべて遅延マックスにする点に注意です。まずはこの粘着ピストンの側面からガラスをポンポンとこのように置いたら、この位置からこの向きでリピーターを1、2、3、4、5個置きます。置いたら全てのリピーターを遅延マックスにしていってください。次は通常ピストンラストをこのように設置します。通常ピストンの向きは下向きです。
まずはこのガラスの上に仮ブロックを1、2個置いたら下は壊します。次は下から見上げながら仮ブロックの下に下向きピストンを設置。置けたら仮ブロックは撤去します。次はこのリピーターの先とこのガラスの上にダストを置いて、あとはここから先ほど置いた不透過ブロックとガラスの上全てにダストを置いていきましょう。はい、 OK。 では視点を下へ変更して続けます。次はガラス、通常ピストン、ダスト、リピーターをこのように設置します。ピストンの向きは上向き、リピーターの向きはこちら。このリピーターは遅延マックスにする点に注意です。まずはガラスをこことこことここに設置。次はピストンを上から見下ろしながらこの位置に上向きで設置します。できたらダストをこことここに置いて、この位置にこの向きでリピーターを設置。遅延マックスにしておきましょう。では動作チェックです。苔ブロックの上に適当な不透過ブロックを置くと、ピストンの動作によってこの位置まで不透過ブロックが移動してくれれば OK です。これで整えた原木を運び出すピストン機構は完成です。次のフェーズではコップを無駄に消費しないようにする回路を組み込んでいきます。エンドポータルが壊れてた。はい。ではまずは不透過ブロックで回路の基場をこのように作ります。まずはこの位置から不透過ブロックをポン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 とこのように置いたら、こことここは削ります。あとは1マス離したこの位置にも置いてください。次はダスト、リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはこの草ブロックの上からダストを1、2、3と置いて、この向きでこの位置にリピーターを設置してください。次はダスト、不透過ブロック、コンパレーターを使って遅延回路を設置します。コンパレーターの向きはこちらです。向きに注意してください。まずはこの不透過ブロックの横からダスト、不透過ブロック、ダストの順で置いて、この不透過ブロックの手前にこの向きでコンパレーターをポン。次は反対側に回って今度はこの向きでコンパレーターをポン。向きに注意ですね。次はダストをこことここに置いて、こことここを壊したらダストの中に1、2と置きます。次はこの位置にこの向きでリピーターを設置。あとはリピーターの後ろからこちらの不透過ブロックまでダストをつなげましょう。では動作チェックです。まずはこのレバーをオンにしてコップを出すディスペンサーが動く状態にします。この状態で苔ブロックの上に適当な不透過ブロックを置くと、不透過ブロックが運ばれている間はディスペンサーが停止し、不透過ブロックが運び出されるとディスペンサーが動作を再開します。このように動いていれば OK。 原木が装置内にあるうちは次の苗木にコップをかけても成長しないので、これで無駄がなくなるというわけですね。これでコップを無駄に消費しないようにする回路は完成。ここからはアカシアモードへの切り替え機構を作っていきましょう。ではまずはダスト、リピーター、不透過ブロックをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。すべて遅延マックスにする点に注意です。まずはこの位置からダストを1、2、3、4とこのように置いたら、この向きでこの位置からリピーターを1、2、3、4個。その先に不透過ブロック。ここで不透過ブロックの横2マスをこのように削っておいてください。次は不透過ブロックの奥にもリピーターを設置。あとは全てのリピーターを遅延マックスにしていってください。次はトーチ、不透過ブロックを使って上の回路に信号が送れるようにします。ここは動画の手順で置かないとピストン機構が壊れるので、よく注意しながら進めていってくださいね。まずはこの位置に不透過ブロック1マス開けて、さらに上にも不透過ブロックを設置します。次は一旦この位置のダストを撤去します。ここは必ず一旦撤去してくださいね。ダストを撤去できたらトーチをこことここに設置。最後に先ほどダストを撤去した位置にダストを設置して元に戻しましょう。次はダストをこのように設置します。まずはこの位置からダストを置いていってホッパーに接続します。次にこの位置からダストを置いていって奥のダストとつなげてください。次はダスト、不透過ブロック、粘着ピストンをこのように置いてオンオフスイッチで制御できるようにします。まずはこの位置からダストを1、2、3と置いたら、ここで干渉しないように不透過ブロックをここに設置。次は不透過ブロックの上とこことここにダストを置いて、あとはこの位置にこの向きで粘着ピストンを設置してください。はい、 OK。 では視点を上に変更して、次は原木の高さの調整部分を作っていきます。まずはこのように装置内の角3箇所に土ブロックを設置します。ではこちらから置き始めるのはこのガラスの側面のこの位置からですね。こんな感じで上に積み上げていって、ピストン機構よりも1マス高い位置まで置いてください。次はこちら、置き始めるのはこのガラスの側面の位置から、先ほどと同様に積み上げていって、ピストン機構より1マス上まで置きましょう。最後はこちら、置き始めるのはこのガラスの側面の位置からですね。同じように積み上げていって、ピストン機構より1マス上まで置いてください。
このように置けていれば OK です。次は土ブロックをこのように十字の形で2段で設置し、中央に3段追加で置きます。まずはこの粘着ピストン、このピストン、このピストン、このピストンの上に目印で土ブロックを置いたら、それらをつないで十字の形にしていきます。このようにできたらこれを2段にしていきましょう。最後に中央から1、2、3個このように追加してください。次はガラスをこのように設置します。色付きガラスを使いますが、通常のガラスでも大丈夫です。まずはこの位置からこんな感じで置いていって、ここまで置きます。あとは同じ要領で残り3箇所も置いていってください。では動作チェックです。まずはこのレバーをオン・オフにして、粘着ピストンの先に不透過ブロックがくっついたのを確認したら、再度オンにしてアカシアモードにします。次にコップを出すディスペンサーを動作させるこのレバーをオンにして、苔ブロックの上に適当な不透過ブロックを置いてみましょう。するとピストン機構が動作している間、ディスペンサーの動きが停止し、ピストン機構が2回動作を繰り返してからディスペンサーの動作が再開されます。このように動いていれば、まずはアカシアモード時のコップの無駄な消費をなくす変える部分は OK。 では実際に今度はアカシアの苗木を植えて動きを確認します。アカシアはこのように原木が横に伸びて生成されるので、1回のピストン動作では取り残しが出るのですが、次のピストン動作で残った原木を運んでいってくれます。はい、ちゃんと運ばれてきましたね。このように動いていれば OK です。動作に問題がなければレバーをオフにして、運ばれた原木は回路を壊さないように注意しながら回収しておきましょう。はい、これでアカシアモードへの切り替え機構は完成。次のフェーズでは原木をまとめるピストン機構を作っていきましょう。ヒント。ではまずはピストンの先にこのように仮ブロックを13個置いていきます。置き始めるのはこのピストンの前から1、2、12、13個。はい、 OK。 次は丸石の塀を 3×7 のサイズでこのように設置します。置き始めるのはこの仮ブロックの側面のここから1、2、3、4、5、6、7個。このように置いたら左右に足して幅3マスにしていってください。では視点を変更して続けます。次はピストンを 7×7 のサイズでこのように設置します。置く位置はこの塀の側面あたりを狙ってポン、この向きですね。あとは7マスになるように横に置いていきましょう。ここまでできたら 7×7 のサイズになるように上に積み上げていってください。ピストンが置けたら仮ブロックは撤去していって OK です。では視点を変更して続けます。次はこのように地面を横3、奥行き3、深さ2で掘って回路の置き場を作ります。掘り始める位置は塀の真下のここからですね。まずはこんな感じで 3×3 のサイズで掘り下げたら、もう1マス掘り下げて深さ2にしてください。次はタイマー回路です。ホッパーを6つこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。まずはこの位置に仮ブロックをポン。次はホッパーです。仮ブロックの側面のここに向けて設置。次はこのホッパーの側面に向けて設置。次はこちら側からこのホッパーの側面に向けて設置。次はこちらからこのホッパーの側面に向けて設置。次はこのホッパーの側面に向けて設置。ここまでできたら仮ブロックを撤去してこのホッパーの側面に向けて設置してください。次はオブザーバー不透過ブロック、トーチをこのように設置します。まずは下から見上げながら塀の中央を狙ってオブザーバー。このように信号の出口が下にある状態で置ければ OK です。次はオブザーバーの下に不透過ブロックを設置。最後に不透過ブロックの側面のここにトーチを取り付けてください。次は深さ2マスでこのように回路の置き場を作ります。掘り始める位置はここからですね。このようにまっすぐ深さ2マスで掘っていって、ちょうどピストンの端と同じ位置まで掘ってください。次は回路です。コンパレーター、不透過ブロック、リピーター、ダスト、トーチをこのように設置します。コンパレーターとリピーターの向きはこちらです。まずはこの位置にこの向きでコンパレーター、その先に不透過ブロックをポン。次はこの位置にこの向きでリピーターを置いて、その先からダストを伸ばしていき、ここまで伸ばしたらここに不透過ブロックを置いて、不透過ブロックの上にトーチを取り付けてください。では動作チェックです。まずはこの連結ホッパーの中に適当なアイテムを1つだけ入れて、塀の中央のどこかに仮ブロックを置いたり撤去したりすると、こんな感じで信号が流れます。このように動いていれば OK です。次は回路をこのように隠していきます。今回は草ブロックを使っていますが、他のブロックでも大丈夫です。まずはこんな感じで隠していきます。
動作チェック中にホッパーの中に他のアイテムが紛れているかもしれないので、一旦このホッパーを開いて、もしこのように複数アイテムが入っている場合は取り出して1つだけの状態にしておいてください。確認ができたら上にカーペットを置いてアイテムが入らないようにしておきましょう。では視点を変更して続けます。次はピストンの後ろにこのように不透過ブロックを設置します。置き始める位置はこのトーチの上から、こんな感じでピストンに合わせて置いていって、あとは1マス置きに置いていき、ここまで置いてください。次はガラスをこのように設置します。置き始める位置はこの不透過ブロックの側面からですね。ガラスと不透過ブロックを交互に置いていって、ここまで置きます。あとは仮ブロックの側面にガラスをポンポンと置いて、仮ブロックは撤去しておきましょう。次は回路です。トーチ、ダストをこのように設置します。まずはこの位置にトーチ、あとはこれまでに置いた不透過ブロックとガラスの上すべてにダストを置いていってください。では動作チェックです。こちら側から塀の中央のところに適当なブロックを置くと、このようにピストン全体が動いてブロックを押し出します。このように動いていれば OK。 これで原木をまとめるピストン機構は完成です。次のフェーズでは TNT 回収機構を作っていきましょう。じいちゃん、朝ごはん何食べたの？焼き鳥。ではまずは適当なブロックをこのように置きます。今回は草ブロックを置いていきますね。置く位置はこのオブザーバーの左右に置いて、ピストンの下にもこんな感じで置いていって、ここまで置いたら曲げて1、2とこのように置きます。次は黒曜石をこのように設置します。置き始める位置はここからですね。このように置いていって、まずはここまで。ちょうど穴の角の隣の位置になりますね。次は右へ1、2、3、4、5、6、7、8と置いて、あとは奥に置いていってください。次は左右を9段積み上げて壁を作ります。まずはここから1、2、3、4、5、6、7、8、9個。こちらからも1、2、3、4、5、6、7、8、9個。置けたら間を埋めていきましょう。はい、OK。できたら反対側も同じ要領で9段積み上げて高くしていってください。次は奥を上から2マスでこのようにつなぎます。まずはここからつないでいって、あとはその上にも置いていきましょう。次は黒曜石を手前に3マス伸ばし、トーチや階段ブロックをこのように設置します。まずは黒曜石をこの位置から1、2、3個。次にこの位置にトーチを置いておきます。あとは3マス伸ばしていきましょう。ここまでできたら登りやすいように手前に適当な階段ブロックをこんな感じで置いてください。次は原木回収用のチェストとホッパーをこのように設置します。チェストを置く位置はこの角の位置からですね、このようにラージチェストにします。次はこちら側に回って、ここを1、2と壊すとチェストが見えるので、チェストの側面からホッパーを1、2個横向きでつないでください。次は地面の目印を置き換えて水を流していきます。まずは見た目を整えるために、この目印ブロックは土ブロックに置き換えていきます。次は右奥の角から1マス開けて1、2と仮ブロックを設置。次は右手前の角の位置にも設置します。では水を流していきます。まずは左奥から1、2、3、4と流して、次は右奥の角から手前の仮ブロックの横まで流していきます。あとは仮ブロックを撤去してください。このようにホッパーに向かう水流が作れていれば OK です。では視点を変更して、次は TNT 落下機構を作ります。トーチ、不透過ブロック、黒曜石、ディスペンサーをこのように設置します。ディスペンサーの向きは上向きです。まずはこの原木をまとめるピストンのちょうど真ん中のピストンの上にトーチ。次はトーチの上に不透過ブロック。次は不透過ブロックのこの側面にトーチ。トーチの上に黒曜石を置いて、黒曜石の側面に上向きのディスペンサーをこのように設置します。ディスペンサーの吐き出し口が上にあることを確認しておきましょう。次はこのように後ろに2個、前方へ4個黒曜石を追加します。まずはこの位置から黒曜石を1、2個。次はディスペンサーの側面から1、2、3、4とこのように置いてください。次は前方に TNT が落ちる穴を作るようにこのように黒曜石を置いていきます。まずはこの位置に仮ブロックを置いて、黒曜石をこことここに設置。次はここから前方に伸ばしていき、下の黒曜石より1マス長くします。次はこちら側に回って仮ブロックのこの側面から前方へ黒曜石を伸ばしていき、ここまで置きます。
あとはここに仮ブロックを置いて、この位置にも黒曜石を置いてください。できたら仮ブロックは撤去しておきましょう。次は水を流してディスペンサーから出てくる TNT が跳ねないように適当な光源ブロックを設置します。分け潰しも兼ねて C ランタンを置きますが、他のフルブロックタイプの光源であれば何でも OK です。まずはディスペンサーの上に仮ブロックを置いて、その上に C ランタンを置き、仮ブロックは撤去。あとはこの位置から水を流してください。このように TNT を穴に落とす水流ができていれば OK です。次はホッパー、チェストを使って TNT の投入口を作ります。まずはディスペンサーの側面から横向きホッパーを1、2個、あとは上にこのようにチェストを置いてください。では動作チェックです。チェストの中に多めに TNT を入れておいて、中に入り、丸後の辺に適当なブロックを設置してすぐに離れます。ブロックが押し出された後、TNT が上から降ってきて空中で爆発してくれていれば OK。この時ブロックが破壊された場合は、このように水流によって流されていくので、チェストまで入ってきていることも合わせて確認しておきましょう。これで TNT 回収機構は完成。次のフェーズでは原木が溜まりすぎて装置が壊れないようにする保護回路を作っていきましょう。ではまずは回路を置くためにこのように掘り下げます。掘り始める位置はこのトーチから左に1、2、3マス進んだこの位置から、まずは1マス掘って、その隣は2マス掘り、あとは3マスでこことこことこことここを掘り下げます。次は回路です。出すとリピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはトーチをこの黒曜石の上からダストをこのように置いていって伸ばしていき、この位置には回路が干渉しないようにリピーターを設置。あとはその先にダストを1、2とこのように置いてつないでください。次はカーペット、草ブロックを使って回路を隠していきます。まずはこの位置にはカーペットを1個、この位置には2個置きます。あとはこんな感じで草ブロックを置いて塞いでください。では動作チェックです。このトーチの上に原木を置くと信号が出て、このように信号が流れていき、原木を撤去すると信号は流れていない状態に戻ります。このように動いていれば OK です。これで原木が溜まりすぎて装置が壊れないようにする保護回路は完成。次は最終フェーズです。装置内に草などが生えて見た目が悪くならないようにして装飾をしていきましょう。まずはこのように草ブロックで地下の回路を隠していきます。目立たないように草ブロックを使いますが、フルブロックであれば何でも大丈夫です。まずは下に降りて、この位置から1、2、3個。次はこの太化ブロックの横から1、2、3、4、5個。あとはここにも置いて、このように穴を作ってメンテナンス時に入れるようにしておきます。あとはこんな感じで穴を塞いで回路を隠していきましょう。置きにくい場所は下に降りてから置くと良いですね。はい、これで全部隠しました。あとは中でモンスターが湧かないように適度に松明を置いていきましょう。はい、OK。次は上に登れるようにはしごをつけて、苗木を植える場所付近に草が生えてこないようにカーペットを置いてきます。はしごはこの位置からこんな感じで上まで設置しておきます。次にカーペットですが、この位置にカーペットを使っているので、今回はこれらも含めて目立たなくするために広範囲に置いていきます。まずはこの階段の隣から横に置いていって、装置の端の位置のここまで。次は奥へ置いていって、装置端の位置のここまで。あとはまっすぐ置けるところに置いていきます。一旦こんな感じで目印をつけたら、内側のカーペットを置けるところには全部置いていきましょう。レバーの位置には機能がわかるように額縁を設置して分かりやすいアイテムを貼っておくと良いですね。今回は骨粉を発射させるレバーには骨粉、ツツジ全自動モードのレバーにはツツジ、アカシアモードのレバーにはアカシアを貼ってみました。ではあとは残りどんどんカーペットを置いていきましょう。このカーペットを置く作業は必須ではありませんが、見た目がかなりスッキリするので余裕があったら実施してくださいね。はい、OK。では最後に装飾をしていきます。まずは前面部分ですね。ここはクォーツブロック、葉っぱ、クォーツの階段ブロック、色付きガラスで仕上げていきます。
僕は豆腐装着になりがちなので少し立体感をつけてみました。側面はシンプルにして一部板ガラスを入れてみました。背面も側面と同じ感じにしておきました。右側面は丸石の塀にブロックをくっつけると原木がまとまる回路が機能しなくなってしまうので、あえてそのままにしています。皆さんは装飾時に丸石の塀の横にブロックを置かないように注意してくださいね。天井はモンスターが湧かない下付きカーフブロックで屋根をつけていきます。屋根をつける際の注意点としては、苗木の上の 5×5 の空間に土ブロック以外のブロックがあると苗木の成長を制限してしまう範囲があるので、このように 5×5 の範囲には屋根をつけないように注意してくださいね。TNT が爆発するあたりは上に置いても壊れてしまうので、今回そこは避けておきました。あとは残った目印ブロックは撤去していきます。最後にコップを入れるチェスト付近にも額縁を取り付けておきました。はい、これで装置は完成です。皆さんも装飾をぜひ楽しんでくださいね。では最後に装置の使い方をおさらいしておきます。まずコップを入れる場所はこのチェストですね。 TNT の方はこのはしごを登ってこのチェストの中に入れてください。今回の装置が対応している苗木は頭皮、カバ、ジャングル、ツツジ、アカシアの5種類。多くは対応してませんのでご注意ください。まず頭皮、カバ、ジャングル、ツツジの苗木を手動で植えたい場合は、この骨粉発射用レバーをオンにして苔ブロックの上に手動で苗木を植えてもらえれば OK です。すぐに成長し原木が運ばれていきます。次にアカシアを手動で植える場合は骨粉発射用レバーに加えてこのアカシアモードのレバーをオンにして植えてください。このモードで苗木を植えるとピストン動作が2回繰り返されるので、特殊な形で成長するアカシアの原木にも対応してくれます。最後にツツジ完全自動モードで使用したい場合は骨粉発射用レバーとツツジ自動モードのレバーをオンにしてください。こうするとプレイヤーは苗木を植えることも原木を回収する必要もなく、ただ放置しているだけで原木が溜まって回収されていく状態になります。このモードは骨粉をたくさん消費するので骨粉が潤沢にある方向けの機能になりますね。またこの装置は TNT 回収と手動回収どちらでも使いやすいように設計していますので、 TNT は使わずに従来通り手動で回収したい場合はこんな感じで回収してもらえれば OK です。はい、今回は TNT 回収も手動回収も可能な骨粉消費の少ない5種対応ツリーファームを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。田んぼでした。ではまた。